はい、こんばんは、こんにちは。おはようございます。ブー太郎です。今日も始まりました。ブーブーラジオ第4回目です。はい、ようこそいらっしゃいました。今日もね、ありがとうございます。でですね、見てください。今日は恥ずかしい話特集ということで、もう一回ちょっとやり直させて。今日は恥ずかしい話特集ということで、ブー太郎ね、年齢も気にせず、もう35歳なんですけど、こう35歳っぽい格好をした方がいいのでしょうけど、このいただいたブヒブヒ、ね、これトイストーリーのハムちゃんなんですけど、これもう両方そう、バンドも服も全部そう。可愛くないですか？今日はこれで行かせていただきたいと思います。はい。でですね、ちょっとじゃあ早速 BGM を変えていきたいと思うんですけども、ですね、はい、こちらですね。いつもながらの。で、まずはもう一番最初のおやつタイム。今日はですね、おやつタイムなんですけど、先日プレゼント紹介させていただきました。ちょっと、グミ特集でいきたいと思います。いろんなね、グミが、勢揃いしておりますので、こちら、どんどん、ちょっとね、お話をしつつ、紹介していこうと思うんですが、ちょっとまずね、もう一番最初に気になるグミ、紹介しましょうか。もうざっと何を持ってきたか。もうめちゃくちゃあるんですよ。ほら、大量に今日はもういっぱいいろんな不思議なグミが、落ちちゃった。勢揃いなんで、グミをね、紹介しながらやっていきたいと思います。今日はちょっと飲み物持ってきてないので、グミで乾杯ということで、もう早速気になるこれから、餃子のグミ、これめっちゃ気になりません？これ初めて見たんですけど、じゃあ乾杯。皆さん今日も今週もカレンダー通りの人はお疲れ。で、土日仕事の人は明日からファイト。はい。ちょっとやっていこう。頑張りましょう。てっ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 て。はい。開けてみました。餃子の形だけど桃味。そう、桃の味らしいんですよね、これ。いただきまーす。うん。うん。桃だ。ちょっと、なんやろな。何に似てるやろ。ハイチュウとマシュマロの間みたいな食感。うん。不思議な食感。たまらんでしょう。ムニムニ食感って書いてあるんですけど。うん。なんか不思議な味。でもなんか美味しいですね。はい。やめてこうか。バンバン食べてたらね、喋る暇なくなるんで。じゃあまずはね、1個目これ餃子を紹介させていただきました。ちょっともう1個ぐらいいっちゃいますか。これ、食べっ子動物グミということで、これね、いただきたいと思います。かわいいよね。食べっ子動物ってこう、これは何？ヒッポ。ヒッポって書いてるんですけど、ヒッポって何？ヒッポってなんなんやろ？英語がわかんない。ヒッポって答え合わせないんですかこれ。でも、グミは本当にオーソドックスな食感。普通に当たり障りない美味しさって感じですね。はい。飼う。牛ってことだ。これはわかる。美味しいです。普通に。美味しい。ってことで、グミの紹介はね、一旦ここまでにしといて、早速お話ししていこうかなと思うんですけど、まずはじめにですね、ちょっと待って、グミってほんと喋りづらくなるんですよ。それだけが難点。配信向きではない。でも美味しいから幸せ。でね、先週、ムカついたスペシャルということで、
ブーブーラジオ第3回目は、1時間にわたって、皆さんからいただいた、なんかイラつくムカつく話を、こうね、ざーっと紹介させてもらって、ブー太郎のお話も交えつつ、やってたんですけど、その中に、覚えてますか？また後日談聞かせてほしいって言っていた、駐車場の件の話、皆さん覚えてます？なぜか2万円ぐらいだったかな？ 2 万3000円ぐらい、駐車金を請求されて、問い合わせたら、しまいには全然帰ってこなかったっていうお話。で、それ後日談いただきまして、もう結構大変やったみたい。なんか4日間ぐらい、なんかね、確か4日間って返したかな。全然連絡が来なかったらしくって。で、結局、1週間後ぐらいになんとかなったみたいです。はい。だからもうめちゃくちゃ安心しましたけどね。もうどうなることやらと思ったんですけど、なんとか帰ってきたみたいです。はい。よかったです。だから皆さんね、心配されてた方も多かったから、ブータラと同じく後日談聞きたいみたいな。なんとか、いろいろ大変やったけど、大丈夫やったみたいで。ほんとね、もうムカつくね。気をつけてください。で、今日はですね、冒頭にも言いましたが、打って変わって、今日は皆さんがあった恥ずかしかった話特集ということで、ちょっと30分で終わるのを目標にしてるんですが、またちょっとブー太郎がこう波に乗ってきたら、1時間スペシャルもあり得るぐらいの、本当にいろんな方が投稿というかこうね、お話をしてくださいました、コメントで。もうたくさん、こんなに送ってくれるっていうぐらい来てて、多分、紹介しきれない。で、なんでこのね、恥ずかしかった話しようかって思ったかって言ったら、ブータラがこの間、肛門がかゆい、肛門って言っちゃった。梅干しがね、ブータラの梅干しがかゆいっていうことで、肛門科に行ってきてすごい恥ずかしい思いをしたっていうことを動画で話したら、すごいそれがね、好評やって。今でもなんかもう視聴回数もうすぐで、もう3000回は突破したかな。で、このブータロの秘密基地って、まだ最高記録、最高視聴回数が3900回。100の質問コーナーが今のところ一番1位なんですけど、いや、もしかしたら肛門の話が肛門科行ったよって話がなんかちょっと1位になりそうな予感。結構、親とのこのね、動画2本上がってるんですけど、うちの親が出てくれてる動画。誕生日サプライズと、ちっちゃい頃の恥ずかしい話。それも結構1位になりそうではあるんですけど、でもなんか勢いがすごい肛門科が上回っててなんかちょっとなんか複雑です。嬉しいんですけど、この動画が1位っていう秘密基地、言うてもまだ始まったばっかですから、まだ1ヶ月経ってないですからね。今後どんな動画が、こう、視聴回数上がってくるのかもお楽しみにということで。で、なんかそこでね、もう1個ね、恥ずかしい話いただいてて、おんまさんから来てるんですけど、最近の恥ずかしかった話、ブー太郎が梅干しの調子が悪いと、肛門ね。梅干しっていうのは肛門に例えてます。汚いんで、あんまり肛門言い過ぎたら汚いじゃないですか。なので、梅干しって例えるんですけど、そのブー太郎が梅干しの調子が悪い、と聞いた後に、結構調べてくれたのね、いろいろ。面白さと心配さもあってでそれを多分仕事帰りなのかわかんないですけど、満員電車で、梅干しって調べたら、いろんな症状のその梅干し、肛門の病気かながいろいろ出てきたとき、もうそれ恥ずかしいでしょ。もう絶対電車で見ないで。もうまさかさ、ブータローの動画はちょっと電車の中で見てないよね。声はさすがに漏れないようにしてるか。満員電車だしね。いや、もう恥ずかしいでしょ。よくやったよね。だってさ、もう満員電車なんてもう周りも死角だらけですよ。もうどこからね、もうこう自分の携帯を覗かれてるかわからへんのに、すごいもう勇気をたたえます。本当に恥ずかしかったのっていう。もうなんか、開き直ってたんじゃない？もうブータローが一番恥ずかしいわ。なんか申し訳ないね。なんかブータローのせいでそんな恥ずかしい思いさせて。もうなんかウケんねんけど。本当でも気をつけてください。皆さん、肛門は。デリケートな部分ですから、もうブータローの場合はね、笑い話になってますけど、本当にね、大事な部分ですから、気をつけてもらって。で、最近のね、
経過報告、つい最近もそのね、肛門の動画に、寄せられたコメントに返信を今日してたんですけど、また経過報告します、経過報告しますってなんか一人ずつに言ってて、なんかさ、だんだん面白くなってきて、なんでこんなブータロー一人一人にさ、肛門の、梅の、ブータローの梅の、経過報告しますんで、楽しみにしててくださいみたいな感じで書いてるんやろうと思って。なんかもうそれはもう最近の恥ずかしい話ですわ、ブータローからしたら。ねえ、まあ、経過報告、今2日目もう3日目経ったんですかね。いい感じです。いい感じですってなんかどういう意味って感じなんですけど、本当に痒さが軽減されてます。ただ、まあ、この軟膏今、本当アズノール軟膏皆さんめちゃくちゃなんかもう、看護師さんとか、もう本当に病院に関わる人、なんか使ったことあるよっていう経験者の方からも、なんかすごい評価得てる薬らしくって、これ多分初めて使うんですよ、このアズノール軟膏って。でも本当に効いてて、痒さは軽減されてるし、全然、まだちょっとね、やっぱり時間経ってくると痒さは出てきたりとかするし、その、トイレットペーパー拭くときにまだやっぱ血はついたりするから、まだ全然感知とかはしてないんですけど、ただその、なんか普段のこの違和感っていうか、ああいうのは減ったし、その、傷だらけの梅の花って言われたけど、ブー太郎の梅は。なんかちょっとツルツル感が戻ってる感じがするっていう感じで。まあわかんないですね。まだアズノル軟膏使い終わるまで使ってくださいって言われてるんで。まあただその心配してた菌系、もしかしたらこのアズノル軟膏を使っても痒さが増すようだったりとか、こう悪化するようだったら、菌の疑いを持った方がいいと、皮膚科に行った方がいいと言われてたんで、まあ、そこは大丈夫なんかなっていう、全然その塗ると、ちゃんと効果は出てるので、まあ、まだわかんないけどね、まあ、続編どうなるか、また引き続き、経過報告したいと思うので、楽しみにしててください。で、まあ、全然ね、その肛門のつながりで、何人かの方からいただいてたんですけど、誰やったかなちょっとごめんなさいね、まとめが、一応書いてきてはいるんですけど、ちょっとこう、パッパッパッパっていうのがね、難しくって。誰だったかなあ、カモミールさんとか、あんま名前言わん方がいいか、この話は。デリケートなね、こう、話ですから。でも、本当にね、これ笑い事じゃなくって、産後結構その子供、赤ちゃんとか産んだ後って女性の方って、本当に肛門が、こう、なんか切れやすい、なんか脱肛っていうのかな。脱皮の脱に、紅の紅に、何今の言い方。脱肛って読むんですかね。になる、なりやすいらしくって、まあ、結構、要は、こう赤ちゃんの頭とかが大きいから、それの圧迫とかによって、こう、中の腸がちょっとこう、外に出ちゃったりして、そっからのなんかこう、傷とか血が出ちゃったりとかすることが多いらしくって、まあ、結構、そう、肛門事情が大変らしいです。で、それで、肛門科に行く羽目になる人が多いらしくって、でも、この方もなんか最初恥ずかしくって、やっぱためらってたっていう、話があったりとか、他の方も書いてましたね。その産後に、肛門がっていう。だから、まあ、ブー太郎とはちょっとまた訳が違うからね、なんかより致し方ないかなと思って、なんか堂々と言ってほしいなとは思ったけど、なんか、今、ブー太郎肛門科自体に行くの恥ずかしかったけど、女性の方は結構産婦人科に行くのが恥ずかしいっていうか、なんかそう、ためらいがあるっていう方もね、コメント欄で多く見受けられましたね。まあでもそっかと思って、こうね、ちょっと下系のことやから、ね、恥ずかしくて当然かと思ったんですけど。いや、もうどうしようかなと思ってて、本当にこの恥ずかしい話、もういっぱい来てるんですよ。で、一番多かったのが、もうほんとね、名前これちょっと漏れてる人いたら申し訳ないんですけど、ミッキーさん、エミンミンさん、ケーキさん、あとサユリンさんとかだったかな。他にもいたかもしれないんですけど、この辺の方がね、ちょっと似てて、っていうのも、こう、例えばエミンミンさんの話だったら、歩道を歩いてて、車の人がね、こう、急に手を振ってきたんだって。で、
もうニコニコって誰だろうと思って、なんか知り合いかなと思って近づいていったら、全く自分ではなく、後ろの人とのこのやりとりを自分なんだと思って勘違いして近づいちゃって、もうすぐ恥ずかしいから走って逃げたっていうエピソードだったり、もう友人とケーキさんの場合だったら友人と間違えて大きな声で手を振った他人のなんていうのこれ、空になった時似てたんでしょうね、友達に。で、ミッキーさんとかだったら、結構頻繁にやらかしてるらしいんですけど、少し離れたとこから、そう、自分にね、手を振っている人に手を振り返すらしいんですよね。そしたら、実は私ではなく、後ろにいる人に振ってたっていう。こういうのはね、本当にあるです。あるある。そう、めちゃくちゃあるある。ブー太郎も何回かありますね。したこと。あ、手振ってくれてる。みたいな。で、ブー太郎も目悪いからさ、なんかあんまり顔が見えてないわけですよ。はっきり。でもなんかもう明らかにこっちを向いて、手を振ってるから、もうブー太郎の知り合いなんや、みたいな感じで近づいてったら、みたいな。自分も後ろの人や、みたいな。だからブー太郎は急いで、そのさらに奥にいる人に手を振ってたんだよっていう演技をしました。ブー太郎の場合はね向こうもびっくりしたよね。勘違いしてるんじゃないこの人と思ったやろうけど、ブー太郎はさらに、こう、通り過ぎた瞬間に、久しぶりみたいな。誰もおらへんのに。ほんまにいたんだよみたいな演技をしてみましたでも逆に言えば、ブー太郎が、これは手を振ったことがあって、ゆうちゃろうのね、家の実家、駐車場があるんですけど、広い。そこに車止めに行こうと思った時に、向こうからさ、ゆうちゃろうのね、ママが歩いてきたんですよ。で、もうブー太郎帰ろうとしとったんやわ。間違えた。帰ろうとしたんですよ。で、帰ろうとしたら、ゆうちゃろうのママが、なんか知らない男の人。最初お父ちゃんかなと思ったんやけど、なんか知らない男の人と歩いてて、なんか珍しいなと思って。でもいいやと思って手振っとこうと思って、手振ったんよ。結構遠目から。ママーみたいな感じで。じゃあさ、なんか全然手を振り返してくれへんわけ。で、なんか、あれやろ、なんでやろうと思って、なんか豚の車気づいてるはずやのに、なんか、なんなんやろなと思ったけど、なんかもう、近くなればなるほど、さらにさ、お疲れーとか言ってさ、声も音量で振っとったら、なんか、振り返してくれてん、やっと。なんかでもちょっとこう、気まずそうに、もしかしてちょっと不倫みたいな。なんかちょっと、その隣にいる人もしかして気まずい人やったみたいな。思って、豚ちょっとやらかしたなみたいな。空気読めてなかったなと思って、通り過ぎた後にさ、思ったわけよ。で、なんかちょっとほんの遠慮しながらね、振るから。で、なんか後日さ、よくご飯とか食べに行くから、そういえばさ、って、この間、なんか誰かと行ったよねみたいな聞いたわけ。なんかその時なんかまずかったかなみたいな。なんかすごい遠慮しながらさ、手振ってなかったって聞いたら、みたいな。知らん、何の話みたいな感じになってプー太郎、全く知らん人に手振っとってん。似てたんやろうね。そう、だから、びっくり。そう、似てた人に多分手を振ってたんですよ。でもなんかよくよくを考えたら、身長高すぎたなと思ってて。ゆうちゃんのママってそこまで身長高くないのに、結構なんか自分と変わらんぐらいあったかも、その人と思ってよく思ったら、その男の人も身長高かったから、確かにと思って。っていう事件もありましたね。そんなこんなで、どんどんこんな感じで紹介できたらと思うんですが、ちょっとせっかくなら BGM をちょっとね、変えていきたいと思います。はい。ちょっとこう、恥ずかしいっぽい音楽。でん、でん。そう、この音楽がね、恥ずかしいかなと。なんか恥ずかしそうでしょ。ちょっとなんか怠け、なんていうの、この間抜けな感じが出てるじゃないですか。じゃあ次のね、話行く前に、ちょっと次のグミを紹介したいと思います。メロングミと、これ、茨城のね、梨グミということで、フルーツ縛りですね。この辺行ってみたいと思います。もう遠慮なく開けますね。ほんとね、ブー太郎ってね、もうグミとかすぐ一瞬でごめんなさい。もう食べ終えちゃうので、申し訳ないけど、本当に。大体みんなこれ一粒二粒食べたら、
蓋閉じるんだと思うんですけど、もうブー太郎はね、もう、なんだろう、もう、ダイソンですよね。グミ界のダイソン。だからグミはブー太郎見つけたら恐怖で逃げたくなると思う。いやー、来たみたいな、もうブラックホールですよ。もうダイソン以上かも。この人に買われたら一瞬で食べられる。やめてちょーみたいな感じで、グミは逃げたくなると思います。じゃあメロンいただきます。ようしゃべんな、おっさん。おいしい。おっさんのぶりっ子おいしいめっちゃキモくなかった。おいしい。おいしい。おっさんグミがおいしくてたまらん。おいしい。でも本当にメロンの味がちゃんと果汁が入ってるって感じがするけど入ってないかも。あ、ごめんなさい。リピートしてなかった。果汁感あるよと思って、でも果汁感アップとも書いてるけど、果汁何パーとは書いてない。どういうこと？でも美味しいです。メロン。じゃあ続きまして、梨。メロンと梨やとフルーツやとどっちが好きかな？でもやっぱメロンかな。梨。梨だけに。梨。意味わかんない。いただきます。あ、すごい、これも、美味しい。めっちゃ気もない。美味しいとか言って。しかもさ、ラブレ乳酸菌24億個も入ってんて。すごい。なんか、このグミのすごいとこって、味はもちろんなしなんですけど、梨ってさ、ちょっとこう、繊維が残る感じあるじゃん、口に。あれを表現してはる、ここのグミさん。あなたどこの会社ですか？あ、コラボってるんですかね。JA グループ茨城と、カネカさんっていう会社が、コラボで作ってるだけあって多分力の入れようが、すごい。これはちょっと感動したかも。ちゃんと、食感に、梨の、書いてるもんね。シャリッとした食感の魅力って。すごい。美味しいです。ってことで、第2弾のグミ紹介でした。第3弾のグミはね、一番気になるやつ置いてます。後ほどお楽しみに。では、CM の後で。グミって果汁がグミ。果汁ってグミがグミ。メロンと梨と、あんたはどっちが好き？私は梨。動物、食べっ子動物。ついに食べっ子動物。グミにも参上。お味はぶどうだよ。そして勉強もできる。英語を学べるよ。これはヒッポ。ヒッポって何？私はわからないけど、あなたはわかりますか？はい、こうやって勉強していく食べっ子動物グミ。はい。ということで CM 終わりました。すごいですね。ブーブーラジオの CM はちょっと特徴的というか、なんかね、地上波ではなかなか見ないような CM が流れるんですけど、しっかりね、CM も、間に入れれるぐらいの第4回目に、番組として成長していることが嬉しいです。やっぱ第1回目、第2回目とは、CM なかったですから、第3回目もなかったかな。CM つきました。ブー太郎グミの提供でお送りしております。ではね、もうね、時間ないっつってんのにさ、もういっぱいあるのに、これ全然紹介できてないじゃん。もうあと6分でこの番組終了しなきゃいけないんですけど。どうしよう。誰の話しようかな。でもね、これ、ひろこさん、昨日会合があり、一人一人自己紹介。自分の番で立った瞬間になんと、スカートがずり落ちかけてびっくり。いや、ほんとびっくりっていう問題じゃなくもう、やばいでしょ。で、思わず横の方を見て、その方に罪をぶつけたらしい。
で、まあそっから笑いながら自己紹介。すごくない？もう、あんたみたいな。私のスカート引っ張ってるわよみたいな感じってこと。これ盛りすぎイブ太郎が。自己紹介しようとしてスカートがずれ落ちたら隣の人が引っ張ったってことなんかなと思ってたら、でもこれオチがあって、でもよく考えて自分の見たら、こうスカートの裾を自分で踏んでたらしくって、他の人のせいにしようとしてたみたい。いや、面白すぎでしょ。でも危なかったね。脱げなくてよかったよ、本当に。でも、ブー太郎もセクハラエロテロリストって今仕事場では言われてて、前もちょっと話したと思うけど、今ズボンがね、結構痩せてきたから作業服のズボンがちっちゃいんですよ。で、もう最近こうしゃがむたびに、こう、尻の、ケツの割れ目がね、露出するというか、それがね、もう本当に見えるたびにゆうちゃろうとペアなんで、いつも仕事中に、もう来たなーみたいな、もうやめて臭いとか言ってさ、もういつも騒がれてるんですよ。もう本当に、洗い残しの蒙古飯見えてるし、やめてみたいな。まあ、それを思えば全然可愛いお話なのかなって。だから元気出してください。ちょっとずれ落ちたぐらいだったら、ブー太郎はもう蒙古飯も判決もさらけ出して、パンツも、見せびらかしてる、本当に、テロリストですから、私は。セクハラの。本当気をつけなきゃなと思います。はい。ではね、続きまして、これ、もうびっくりした話。これはすっごい恥ずかしいなと思ったんですけど、まずちょっとこの方2つ投稿があるんで、ちょっと1個目から読ませてもらうんですけど、古桃さん。美容院で恥ずかしいお話なんですけど、自分の顔をずっと鏡で見ることが恥ずかしいです。メイクしてても、なんかどうにもこうにも、とにかく美容院の鏡が恥ずかしいと。でもね、これね、ちょっとわかる。いくらナルシストブー太郎だとは言え、いや、信じられへんと思うよ。みんな何言ってんのみたいな。もうインスタグラムとか、もう普段のブー太郎見てて、あんたもう超ナルシストじゃん、みたいな。思われてる。まあ実際にそうなんですけど、自分のことは確かに好きなんですけど、美容院の鏡とか、ごめんなさい、いつの間にか止まってた。無理なんですよね、自分も。で、なんか、人目はなんかそういう時は気にしちゃうっていうかさ、あの、自分がこう必死に自分の顔を鏡越しに見てるっていうのを見られるのが嫌なんですよ。なんか、わかる？ずっと自分の顔見てるやん、この人って。直接おる人に思われるのは嫌なんですよ。もう画面越しだとなんか開き直れるというか、大丈夫なんですけど。だから切ってもらってる時とかもさ、普通は確認したいじゃん。今、ちゃんとうまく切ってもらえてるのかなみたいな。なんかそれができひんから、いつも、仕上がって帰ってから自分の車、とかそういう公共のトイレとかさ、もうそれこそ家帰ってからとか見て、こんな感じに仕上がったんやって初めてじっくり見て、で、そこでなんかちょっと、ここもうちょっと切ってほしかったなとかさ、結局出てきちゃうっていう。そうそうそう。なんとなくわかりますね。でね、この方のもう一個の投稿がすごくって、プールに行かれたらしいんですよ。プールにね。で、波のプールで遊んでいたんですが、波のプール懐かしくない？めっちゃ好きやったんですけど、怖かったけどね、小学校の時よくプール連れてってもらってたからさ、夏になると、こう波のね、こう、ほんと海にいるかのような、なんか体験ができるプールってあったじゃないですか。今もあるんだと思うけど。でもあれって結構さ、ちょっと危ないから怖さもあってさ、結構ハラハラしながら遊んでたイメージなんですけど、まあ、そこで、この方はね、すごい、もう、お色気ニキビをプンプンと、着ながら、プンプンと着ながらって何？もう、こう、遊んでたわけですよ。で、まあ、こう、ずっとね、まあ、一人で遊んでたのかちょっとわかんないんですけど、状況が。まあ、こう、普通にもう遊び終わって、パッて立ったら、おじさんと目が合ったんですって。で、おじさんが、もう、鼻血を垂らしてるかのような顔で、こっちを見てたから、ちょっとごめん、話作った。話誇張してる、これ。おじさんがね、鼻血出してたんですよ。あれみたいな。なんで鼻血出してるんやろうと思って、あれみたいな。なんか、お胸がスースーすると思ったら、もう波のプールに自分の上の水着がさらわれてたらしいです。
はい。ちょっと私、話付け加えて盛りました。実はおじさんは鼻血なんか出してないです。悪い大人。いや、だけど本当に、でもこれは事実で、事実あったことらしくって、波のプールで遊んでたら、本当に、気づかない間に、上のね、大事なお胸を隠してる水着がなくなってたらしい。で、それに気づかんと、パッて立って、ほんじゃ、うわ、ないってなって、パッて見たらおじさんがいたらしい。で、おじさんはラッキーと思ってたと思います。正直。ちょっと気持ち悪いこと言っちゃうと。でも絶対、それは得したと思ってると思うよ、そのおじさん。絶対。でも帰って、友達かもなんか、まあわかんないけど、絶対同性の人に、自慢してると思います。今日ね、ってかって、波のプールで、俺、遊んでたらさ、もう可愛い姉ちゃんのお胸見ちゃってんな、みたいな。だからね、もう恥ずかしかっただろうけど、まあもうほんと屈辱だと思う。でも、いいことしたんだっていうマインドに切り替えましょう。うん。そう、絶対ね、いいことした。うん。間違いないよ。だから、自信持って。何の励まし絶対この励まし求めてないよね、古桃さん。というね、お話でもう30分経ちましたけど、みんなどうする？どうしたいのこれ。ね、本当に。もう一人ぐらい呼んでじゃあ終わる？これまた恥ずかしい特集、あれですね。またどっかでやりましょうか。ちゃんとメモってるからさ、全部。そう、だからもう今日無理だわ、これ。多分全部拾ってたら、こんなペースでやってたらさ、もう1時間でも終わらないかも。前回よりも長くなりそうなんで。じゃあちょっとグミタイムはさすがにしなきゃいけないんでね、最後取っといた、これ。岩下の新生姜グミということで、生姜グミってどういうことって感じなんですけどね。後味じんわりポカポカするらしい。で、なぜか鹿さんがいるっていう。なんで鹿さんなんやろ、これ。なんか奈良とかのやつなんですかね。岩下ってどこなんですかね。もしかして岩下って奈良？いや、でも栃木県って書いてるわ。いただきたいと思います。生姜粉末とか入ってるらしいよ、ちゃんと。不思議。気にならないこれ。これが一番気になってたんですよ。すごい。めっちゃ生姜。伝わる？みんな匂え？画面越しで頑張ってクンクンして。クン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 。はい、匂う？やばい。急にさらっと食べる。あ、あなんか、酸味があって最初。でもそっから、どんどん生姜が来てる。でも、生姜の香りだけなんですよね。だから、苦味あるじゃん、生姜の。なんかちょっとこう、匂いきてこう、ピリピリするような。ああいうのはない。香りが後から生姜ですって感じでくるって感じ。だからこれを CM でするとするならば、生姜グミ。生姜グミって知ってる？ねえねえねえ、生姜グミって、めっちゃくちゃ気にならない？気になる気になる。はい、してみな。罰ゲームじゃねえこれ。いや、罰ゲームじゃないんだな。うん。不思議、不思議。酸っぱい、酸っぱい、しょっぱいからの、でも、生姜だー！これが生姜組。はい。こんなことしてることが恥ずかしい話じゃね。学生でも何でもないんですよ、私。もう、いい大人。もう35歳。しかも男性。一人でこんなことして一人で笑ってる。これみんなさ、笑ってくれてんのかな？もうポケーンと、なんかすっごい冷めた目で見てる人もおんねやろね、中には。もうなんならもうここまで行き着くまでにもう画面閉じてる人やろうね、そういう人はね。ここまで見てくれてる人はちょっと変わり者ということで、変わり者認定差し上げます。ありがとう。どうしよう。もうほんと全部紹介したいんですよ。本当は。もう、時間が許すならね。もうなんかどれも選べないな。ざっと紹介していい？もう名前をちょっと伏せて。花火に行ったのに溝にはまった人。ちょっと待って、それだけ言ったらめっちゃおもろない。ちょっと待って。
ごめんね、笑って。ちょっとなんかこの紹介の仕方がちょっとなんか我ながらちょっと面白すぎて、もっとね、詳細載ってるんですよ。これちょっと次回予告で置いとくわ。花火に行ったのに溝にはまった人。結婚式前やのに階段から滑り落ちてめっちゃ恥ずかしい思いした人。股関節の手術してマッパを晒した人。スーパー勤務でお客さんのこと気遣ったのに自分がすごい恥ずかしい思いした人。なんかこんな言い方したらめっちゃ失礼な言い方やんな。もう歩道系は言いましたもんね。あの、服のタグを歯でちぎろうとしたら前歯かけて次の日に奥さん連中に大爆笑された人。ちなみにブー太郎も歯かけたことあります。これまたいつか話したいね。これ他人結構あったもんね。あと、会社の異性の同僚に LINE したら、すっごい誤爆したこと。これはちょっとまた次回予告ですね。これも面白かった。で、この人二つ言ってくれてて、まさかの結婚式、教会で、バージンロード前にて、一番いい時に、事件勃発。そこで恥ずかしいのあり。あとは、仕事中の、これも面白かってんな。これはちょっとまた紹介するわ。仕事中の恥ずかしかった話とか、あとは、トイレ話もあったし、あとは、駅とかね。はいはい、駅の話とか、あとね、もう一人の人がもうね、本当にドジっ子な人なんでしょうね。なんかもう、恥ずかしい話4個も用意してくれてて、でもこの人もまた、ちょっといつか紹介したいね。でも、まあ、ヒントとしては、この人のヒントとしては、まあ、結構、この間歌ってみた、水平線歌ったんですよね。バックナンバーさんの水平線カバーさせてもらった時に、いつもプレミアム公開で最近は歌ってみた投稿してるんですけど、そこに、みんなチャット欄にやっぱ集合するでしょ。やっぱライブ配信みたいなもんですから、プレミアム公開って。で、みんなこう、チャット欄でワイワイみたいな言いながら、こう、一緒に聞くんですけど、なんか一人、なんかこう全然誰も来ないじゃんと思って、売っても、チャット打っても、なんか別の世界にいたらしいんですね。でも、本当のチャット欄はちゃんと動いてるんですよ。で、ブータロンもちゃんと皆さんに挨拶して、ありがとうとかって、やりとりしてましたから、ちゃんと覚えてるんですけど、でもこの方は何を打っても、周りが反応してくれない。私合ってるみたいな、ここ居場所合ってるって思ったら、どこにいたと思います？コメント欄で一人で暴れてはったんです。でね、もう本当にそこで、もうみんな温かくて面白いなと思ったのが、もうみんなそれさ、その件についてさ、自分でも気づいてはったの。最初はもう普通になんか、1000人おめでとうとかって、パチパチ、素敵な歌声とかってこうコメントに一個一個書いてくれてんのよ。もう今それもちゃんと残ってんだけど。で、うわ、やってしまったみたいなもうなんか書いてくれててさ、私ずっとここがチャットなんやと思っておかしいと思ってたんだよっていうとこに、なんかもう、みんなね、こぞってコメントでさ、してくれてたらね、なんか全然いなかったじゃん、心配してたよ、みたいなのとかあったかな。で一番面白かったのが、私、創作願い出そうと思ったわ、って書かれてて。もうほんと面白い。だからそう、一面の方やからさ、このプレミアム公開も絶対いるやろうと思ってたのね。あまりにもなんかいないから創作願いを出そうと思ったっていうワードが面白かった。でもそう、この方のね、恥ずかしい話ももうめちゃくちゃ多いので、あの、そう。これさ、マイク繋がってるよね。大丈夫だよね。今更やけど。あ、大丈夫や。びっくりした。イヤホン、びっくりした。自分もドジやからさ、人のこと言えへんな。ヘッドホンがこう下がってんの分からず、なんかさ、声がこうさ、さっきまで聞こえてたのにさ、全然返ってこへんやと思ったら、ただのズレをしてただけでした。人のこと言えない。多分似てるんですよ。自分もほんと恥ずかしい話いっぱいあるんでね。そう。あとは、これね、長男トイレ事件まだあるわ。トイレ事件もう一人いるし、このね、病院事件も、これもちょっと紹介したかったの。これもまたやっぱ次ですね。第2弾来週しますかね。そう、病院の人もう一人もいるわ、これね。病院で結構恥ずかしい思いしてる人結構多いね。うんうんうん。なるほどね。でね、なんか一個、
そうなんですよね。なんかあったんですけどね。もうなんかこの流れで。あ、そうだ、思い出した。さっきのさ、プール、水着事件、こう、あらわにしちゃった人。そう、おじさんの前で。多分他にもいっぱい人おったやるけど。まあ最後にじゃあこの話だけ聞いて。でね、これね、ブー太郎こういうちょっと水着系の話でちょっと恥ずかしかった話があって、淡路島に海水浴に行ったんですよ。職場の人みんなで、実は。昔ね。で、綺麗な海、あ、違うわ。和歌山かな、白浜行こうと思ったかな、和歌山かもしんない。ちょっとどっちか忘れたけど、とりあえず海に入ろうと思って、で、一人の人はずっとなんかもう入らんと外で見てて、で、他のブー太郎とゆうちゃろうと、もう一人の職場のね、仲いい先輩がいるんですけど、三人で海でパッパわしゃわしゃはしゃいでたんですよ。でさ、その海がね、めっちゃくちゃ生ぬるい海で、なんか、もう冷たくないの一切。なんかお湯に入ってるような海で、初めての経験やってんけど、まあなんかこれはこれで面白いなみたいな、なんかちょっとぬるま湯に浸かってる気分で、でもちゃんとしょっぱいみたいな。で、まあそこでもう結構浅瀬やから遊びやすかったんですよ。じゃあさ、そしたら急にね、なんか、やばいとかって声が聞こえてきて、どうしたのと思って、ね、よく聞いたらゆうちろの声なわけ。どうしたんって聞いたらさ、やばいみたいな。なんかわからんけど、この暖かさでか、ち丸が膨らんできたみたいな言い出して、みたいな。どういうことみたいな。で、急にパッて立ち出してさ、ももっこりもこみちゆうちゃろうが現れて、見てとかってさ、なんか急に見せ出してきて、それを。みんな周りおんのに。いや、もうセクハラやからやめて、みたいな。もう恥ずかしい恥ずかしい。もうそのままちょっともう使っといて、みたいな話を思い出しました。はい、以上です。なんか、喋っててあんまりしっくりこなかった。なんか、もっと面白く喋れるつもりやってんけど、なんかただただ下世話な話をして終わりました。もういいや、もう終わりまーす。ということで、はい、皆さん、ブーブーラジオ第4回目、なんかすっごいさ、日に日にグダグダになっててない？大丈夫かな？楽しかったかな皆さん。いや、もう本当に、いろんな面白話、まあ、恥ずかしかった話ってやっぱ面白いなと思いました。でも今日はもう全然、紹介できてないので、またね、次回やろうかなと思います。で、じゃあ来週なんですけど、チャンネル登録、そう、この度、豚の秘密基地1000人突破いたしまして、お祝いのメッセージもたくさんいただきありがとうございました。で、そこで、公約というか、1000人いったら、なんかこう、やってほしいこととか、なんかこう、希望みたいなの、要望みたいなのを皆さんから募集したところ、まあ、いろいろいただいてて、で、まあ、なるべく全部叶えたいなって、思ってるんですよ。もしかしたらできないこともあるかもしれないんですけど、で、まあ、その中にあった、生配信してほしいっていうのが何人かいて、そのうち結構、歌枠をやってほしいっていう人と、深夜のね、生配信をやってほしいっていう要望2つあって、で、深夜の放送を、ちょっとじゃあ来週の金曜日の、このブーブーラジオをちょっと公開ラジオ的な感覚で、来週できたらなと思ってます。で、まあ、今回取り上げれなかったこの恥ずかしい話パート2とともに、まあ、さらにね、なんかお悩み相談とか、まあ、ブータローへの質問とか、まあ、エピソードトークとか、まあ、ちょっとこう皆さんのコメントを拾って、まあ、ちょっと様子見ながら、その場の感覚で、ちょっとね、できたらなと思ってるので、来週の金曜日、ぜひ、生配信でお会いしましょう。ブーブーラジオ。それを公約の一つとしたいと思います。で、歌ってみたなんですけど、ちょっと急遽なんですが、もうこれちょっと最初に言えばよかったね。うん、ちょっと、明日、明日のお昼、ゆうちゃろは明日歯医者で、ちょっとお昼から抜けるんですよ。で、歌ってみたの生配信ってなると、本当はね、皆さんの時間の都合とか考えると夜やりたいのは山々なんですが、まあ、ちょっとね、夜に、長い間歌っちゃったりとかすると、もしかしたらちょっとこう、近所の、なんかこう、迷惑じゃないけど、にもなりかねないなとか、あと、まあ、ゆうちゃろうとの時間も大事にしたいっていうのもあるので、まあ、ちょっと明日のお昼が絶妙なタイミングかなと思って、皆さんにとっては絶妙なタイミングじゃないかもしれないんですが、ちょっと急遽、
1000人のね、その要望にお応えする意味を込めて、ちょっと初の、歌唱大会というか、ちょっとミニライブ的な、まあカバーですけどね、人の歌で、やらせていただくので、ちょっと、申し訳ないんですが、自分の歌でね、本当はできたらいいんですけど、カバーでさせていただきたいと思います。で、ちょっと今、ほんとたくさんのね、歌ってみたリクエストいただいてるので、その中から一度ね、カラスタで歌ったことある、別のアプリでね、もう80曲ぐらいは歌ってるのかな。そこで歌わせていただいてる曲もリクエストに何曲かもらってるので、もうこのタイミングで、このライブのタイミングでちょっとそこのリクエストにお答えしようかなと思ってるのと、後半、だいたいちょっと1時間で考えてます。明日の歌唱ライブは。ブーブーラジオも多分1時間ぐらいで考えてるんですけど、そう、だから明日の歌唱ライブ1時間なんで、多分30分ぐらいはちょっとそう、以前歌ったことのある曲のリクエストにお答えしながら、後半の30分はちょっとね、リアルタイムで見に来てくれた人の、ちょっとリクエストも、フルではちょっと歌えないパターンも多いと思うので、知らない曲も多いと思うし、まあ、ちょっとね、どんなライブになるかわかんないですが、リクエストも答えつつ、実際見に来てくれた人の要望も答えつつみたいな歌唱ライブにできたらなと思ってるので、明日の、そうですね、1時ぐらいにしましょうかね。明日の1時に開催予定っていうことにいたします。はい。では、ちょっと急遽のお知らせで申し訳ないですが、よろしくお願いします。なので、もう一回整理すると、明日土曜日、明日何日 ?8 日で合ってますか？そうですね。明日8日のお昼1時から、ブータロンの、ミニライブ。で、来週の金曜日、ブーブラジオは生配信で公開ラジオ、だいたい1時間弱をめどに考えております。では、皆さん今後もブータロンの秘密基地、どんどんね、勢い増して、これからも頑張っていきたいと思ってるので、今後とも応援どうぞよろしくお願いします。はい、結局ね、もう47分も喋ってしまった。ではでは、長い時間見てくれてありがとうございました。またチャンネル登録やね、グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。ありがとうございました。おやすみなさーい。